今までにない表現力を得られたのではないかと思っております。ネットワーク再生の新たなステージに一歩を踏み出すことができたと。これまでの CD プレイヤー作る時とは違うアプローチでネットワークプレイヤー作ってます。グランディオーソ N1 の開発では、これまでの製品設計で得られた音質改善方法を生かして、アナログ DAC 回路の電源を重点的に見直しました。一体型というサイズの制約がある中で、電源をどのように構成するかを試行錯誤し、今まではアナログ DAC 回路で1系統ずつだった電源を2系統に細分化することで、大きな改善効果が得られることが分かりました。その分離した電源を生かすために、ディスクリート DAC 回路で使用している IC を変更することにより、コンデンサーを近くに配置可能になり、ノイズの低減と電流供給の強化ができました。アナログ回路においても、部品配置と配線パターンをミリ単位で調整しながら再配置したことにより、出力バッファー回路のパラレル化が可能になり、結果として今までにない表現力を得られたのではないかと思っております。グランディオーソ N1 では、音源に記録されるエネルギー感や空気感をストレスなくストレートに感じられる音を目指しました。製品開発の過程で音質の向上につながると思ったことは片っ端から試しました。ディスクリート DAC の回路や部品の選定はもちろん、シャーシ構造の検討など試したことは多岐にわたります。例えばピンポイントフットはグランディオーソ E1 や N1T で採用した新型ですが、 N1 ではフットの配置を何パターンも変えて試調を繰り返し、ベストの配置を選んでいます。またシャーシも強度を上げた方がいいのか、弱くした方がいいのか、あるいはその中間はどうかなど、試調をして形状を決め、音作りを行いました。グランディオーソ N1 の完成で、ネットワーク再生の新たなステージに一歩を踏み出すことができたと感じています。グランディオーソのネットワークプレイヤー、やっと完成しました。で、グランディオーソのネットワークプレイヤーをやっぱ出してほしいという市場からの、要望っていうのは非常に強かったんですね。でそういう中でやっぱり僕らにとってエソテリックにとってグランディオーソっていうシリーズは非常に実験的なシリーズであり、最高のクオリティを求められるっていう、そういう特別なグランディオーソシリーズです。そういう中で僕らが納得するものを、作るっていうのは非常に大変で、事前にいろいろな実験を、開発陣が行いながら、この技術要素を製品に採用しようということでやっと固まったのが、グランディオーソ N1 で、なんと、ステレオサウンドのゴールデンサウンド賞2年連続で受賞できるという、去年、グランディオーソ E1 というアナログの、フォノイコライザー、これに続きまして今度グランディオーソ N1 ということで、ネットワークプレイヤーの一体型というところで非常に光栄に思っております。今回のねグランディオーソ N1 で僕らが、考えたことっていうのはこれまでディスクプレイヤーを中心にやはりエソテリックは考えていた部分があるんですけども、ネットワークプレイヤーだからできる表現力っていうものを非常に強く考えながら、製品作りを行いました。そうですね、視聴に使う曲の中でもやはり実際にライブを録音したコンテンツだとか、それから、こういう曲も使ってるんだって思う、EDM でしかもイマーシブな音がどれだけ2チャンネルなんだけどもどれだけ自分を包んでくれるかみたいなところを、重視したりと、だいぶこれまでの CD プレイヤー作る時とは違うアプローチでネットワークプレイヤー作ってます。エソテリック、これからもどんどんグランディオーソシリーズをはじめ、いろんなエソテリックのシリーズで新しい挑戦を続けてまいります。これからもエソテリックよろしくお願いいたします。